こんにちは、山下夏美です。今回は週末2日間の映像。まずは7月4日の土曜日の映像スタートとなります。今回今週の土曜日日曜日2日間はなかなか難しい波だったんじゃないかなっていうふうに思います。2日間とも特にこの7月4日は波サイズが小さかった。シンプルに形は悪くなかったかなっては思うんだけど、少し、やや風面が入ってたっていうのと、波サイズがかなり小波気味だったっていうこともあって、そういう点で難しかったっていった感じです。ただ選べばラップは取れてたんじゃないかなっていうふうに思います。こんな感じのラップのライディングが、取れたり取れなかったりみたいな感じで、特にポジションが多少ずれたりするとやっぱ一気にダンパーのところに捕まっちゃってたりとかしてたから、しっかり合わせられるかどうかっていうのが重要だった練習の日だったんじゃないかなっていうふうに思います。あとはこんな感じでフロントを狙っていったりみたいな感じだったかな。この日はバックサイドラップとフロントサイドラップしか僕も取んなかったの。フロントライナー、バックサイドライナーのライナー系の波ではなかったですね。こういう感じでレールワークでフロントラップ狙ったりとか、バックサイドラップ狙ったりとかって感じだね。いい感じにやっぱ潮が引いてようやく割れてたって感じかな。ここしかね割れてなかったんでね、朝チェックした時に結構全域湖みたいな感じでスタートしてたから、そういう点で場所選びにすごい悩んだ感じですね。ダンパーチックだからおそらくライナーがなかったと思うんだよね。ダンパーチックな時はね、だいたいラップとかリッピングからのワントリックみたいな感じになることが多いので、そういう狙いでやってるね。これとかラップ結構いいラインじゃない？ナイスラップだね。悪くない。これはフロントでスプレー狙ったけどあんまりスプレー出なかったね。これはフロントラップ側に切り返した感じ。これちょっと角度が合わなかったから見えづらかったけど、一応ラップまでメイクしてる感じですね。これはバックサイドラップかな。結構スムーズに乗ってったね。悪くない感じだと思います、今のは。これはどうだ？いいね、スムースなラップ。これ結構綺麗にかぶれたやつだよね。多分土曜日、7月4日土曜日のベストライドはこのライディングになるかな。これはラップだね。これも一応最後ノーズ刺さってるけど一応かぶってはいるのかな。これはスイッチトリックからスイッチに切り替えてスイッチスタンスでのリッピング狙った感じ。大会とかで僕がたまにやる技術だから結構仕上げるようにしてます最近。特にこの辺はちょっとずつダンパーチックが先ほどより強くなってるの分かるかな。こうなればなるほどやっぱ難易度は上がってしまうので、その分早く出れればこういう感じにラップラインとかは取れたりする。ただ特にこの日がそうだったんだけど、波サイズが小さいとアウトからいってもパワーがもらいにくい感じになってしまう。いや出れるタイミングのその猶予がすごい短い時間でしかない。早く出すぎてもパワーをもらいにくい。これとかもかなりパワーもらいにくいですよね。こういう感じで置いてかれてしまう。早く出すぎてしまうと、かといって引きつけすぎてしまうと今度ダンパーになってしまうから、そこのいいタイミングドンピシャのところを
合わせられるかどうか、出れるかどうかですね、どっちかっていうと。そこがすごい重要だったかな、この日は。そこでちゃんと合わせられれば、ラップが狙えるっていう感じだったので、そこのタイミングを探す、そこのベストポジションを探すっていう風にやってる感じです。特に難易度はやはり高かったかなっていう風に思います。そういった意味で。これとかもフロントかな。一応フロントラップまで切り返したね。これよく回し切ったね。間に合わないかなと思いましたが、よく間に合わせて乗ったということで。こんな感じで土曜日はね、最終的にやっぱり波が小さかったっていうのもあって、早めに上がってっていう感じでしたね。ここから翌日7月5日日曜日の映像です。今日に関して言えばやっぱりサイズが少し下がった状態だったのが上がってきてくれたっていうのがね、いい点だったかなっていうふうに思います。コナミではあったんですけども、前日土曜日よりもサイズが一回りぐらい、一回りですね、二回りとまではいきませんが、サイズが少しあって、おかげでラップもそこそこ取れてって感じでしたね。ポイントは少し違う場所だったんですが、場所は違えどダンパー並みなことには変わりはないといった感じで、特にあとは雨が強かったので、視界も悪かったですね、今日は間違いなく。視界が悪いから波も見えづらいっていう感じで、かなり苦戦はしましたが、いい練習にはなりましたね。今日に関して言えばほぼラップ並みでしたかね。フロントラップもなかったかな。ライナー側っていうよりかは、ラップをメインで、ワンチャントリックみたいな感じだったかなっていうふうに思います。こんな感じのラップだね。これとかはかなりいいライディング。こういうラップが狙えてた感じなので、これはどうだろう、間に合わない気がする。回し切りましたね。これよく回し切りましたね。かなりいいと思う。これは2枚波。ややダンパー。今日これがあったんでね、2枚波の手前にくっついてサイズが下がるっていうのがね、結構ポイントを適度に移動しながらやってたんだけど、ある程度この辺りっていう場所でね、どこ行ってもかなり手前の波にくっついて、いい波がね、サイズが下がる。これとかもかなりサイズ下がってますからね。下がっちゃっていいポジションが変わる。これもめちゃめちゃくっついてるんですよね。で2枚波で最後ダンパーになってるから、これとかセットだったんだけど全然難しかった感じだったね。これはスプレーターンですね。これめっちゃ綺麗にスプレー出てるんだよね。ナイスターンだね。今スローにしたからかなり綺麗にスプレー上がってるの分かったんじゃないかな。レールワークがあればああいうこともできます。最近は少しスプレーターンの練習を大会対策でやってるんでね。このラップも悪くないね。これもう少し横走りたかったね。そしたらかなりカメラいい位置にいたからいい映像撮れたと思うんだけど、これはこの辺は少し速い波だね、全体的に。これはテイクオフしてギャップ1枚超えて一応ラップだね。少し雨の影響で雫ついて見えづらいかもしれませんが、これもラップラインだな。ナイスラップ。
特に今日に関してはこのちょっと引きの反応が、腰を回りだったので、最初反応が少し悪かったんですけど、腰を回りにしてはしっかり反応が大きい、差が大きくなる日だったので、ちょっとこの辺りは乗れてきた感じだったね。この辺りでちょっとだけダンパーながらに回し切ったらラップが狙いやすいみたいな感じの時間だったかな。この辺りぐらいから。これも一応フロントラップいい感じ。これはさすがにブレーキが早いね。今の回し切ってラップしてたらもうレベルが高いね。これはダンパ抑えきりたいね。このフロントはギリギリ耐えられると思うんですけど、今ぐらいだったら。これはスピナーからリッピング、テイクオフ、ギャップ越えてサイドウェイしてラップライン。これも手前の波に重なってちっちゃくなってたね。テイクオフ、これ回しきれそうだね。これナイスラップだね。しっかり回しきってます。フロントサイド、これはスプレー狙い。かなりスプレーは綺麗に上がりましたが惜しくも失敗。テイクオフ、フロントサイド、これもスプレー狙いだね。これはただパワーがなかったからポジション合わなくてスプレー出なかった感じ。テイクオフ、2段波、さすがに難しいね。これ最後3ショービットかけようとしたんだけどかなりタイミングが合いづらくてかけれないで終わっちゃったやつだね。ギャップ超えて、今のギャップでかいな。ナイスラップ。かぶれてはいないけど綺麗には、横走ってる分まだかぶれた方かなって感じ。この辺りでちょっと10分ヒート3本取りを自分に縛ってちょっと練習してった感じなんだけど、やっぱりね、この大会を想定したねライディングがすごい重要だね。このフロントもすごいいいし、短い時間でしっかりメイクしていく、そういった練習をねこの辺りはしてます。このラップもかなりいいね。自分の場合は特にその大会を意識した時間配分とか練習を開始するとかなりメイク率も上がるので、そういった練習すごい効果あるのかなっていうふうに思います。特に大会シーズン入ってますからね、こういった練習を今はできるだけしてます。朝練の時とか特に意識しちゃってるかな。このラップもかなりいいね。これおそらくベストライドかなっていうふうに思います。今日のベストライド、こんな感じで練習していって、今日はこの辺で練習終わった感じでしたね。2日とも難しい波ながらいい練習できたかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。